どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆうてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2022年46号ワンピース最新話1063話たった一人の家族を考察していきます。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まだ読んでない人やコミック派の人は多いネタバレを含む内容です。さらに最新話の考察の場合は語呂合わせ考察が続きますから、苦手な人は今すぐ動画をストップしてください。よろしいでしょうか。行きましょう。まずはいきなり1063話全体にかかる語呂合わせから始めましょう。1063話の話数の語呂合わせ、一つ目はトランスです。僕はこちらのサイトでもラと読むようです。トランスとは超越したという意味です。この1063話にはなんと6つものトランスが登場しています。トランス脂肪酸、トランスジェニック、トランスフォーム、トランスジェンダー、トランスファー、トランスポーター、以上6つのトランスが登場します。それでは行きましょう。1063話のスタートはお腹いっぱいになり丸々と太ったルフィとボニーチョッパー。これは語呂合わせトランス脂肪酸でしょう。そしてリサイクル1という自律型のお掃除犬ロボットも登場。これは語呂合わせトランスジェニック動物でしょう。遺伝子組み換えをした動物という意味です。ここでアトラスは仕事があるといいお別れです。アトラスの仕事はその名前の通り暴れることだそうです。おそらくホログラムに触れて高圧グローブのデータを収集しているのでしょうか。また暴れるのが仕事といえば闘牛の暴れ牛でしょうか。アトラスの耳は子牛のような垂れ耳です。またアトラスといえば鉄腕アトムのライバルアトラスでしょう。アトラスは悪の科学者がアトムの設計図を盗んで作られたロボットで、人間を攻撃できる世界初のロボットです。ちなみにあられを丸パクリして悪の科学者が作ったロボがお坊ちゃまんです。このエピソードはフルトンの設計図に似ています。2年前に考えたようにフルトンは2つある可能性はまだありそうです。本編に話を戻しましょう。アトラスと別れると街に突然人が溢れます。現れた人々はどうやら研究員のようで、背中の服にはバトラロジー、岩石学などと書いてある人がいますから、天才ベガファンクは火山などあらゆる分野の研究をしているようです。そしてルフィは勝手に機械を使って服を着替えます。これは語呂合わせトランスフォーム、変身でしょう。ボニーやチョッパーも近未来の服に着替えています。その後ボニーもお別れしようとしますが、ルフィはここでバーソロミュークマことパスフィスタを発見。ある日街の中クマさんに出会った。パスフィスタクマは街を守る警察になっています。ルフィはクマポリスの殺気を感じてボニーたちに、お嬢さんお逃げなさい、さこらさっさっさのさ。ところがクマさんが後からついてくる。逃げるルフィたちをクマポリスは窃盗犯とみなして追いかけてきて、口からレーザー砲を放ちました。これが1063話の話数の語呂合わせ2つ目、ビームスでしょう。ビームスとはそのまま光線という意味です。身の危険を感じたルフィはクマポリスを攻撃しようとしますが、しかしボニーが、ルフィさんお待ちなさい、ルフィを殴ってクマポリスへの攻撃を阻止します。ボニーは泣きながら、お父さんなんだ、お父さんを傷つけないでと泣きながら訴えます。そこには優しかったソルベ王国時代のお父さんの姿。王女ボニーがお父さんと涙の再会です。これが1063話の話数の語呂合わせ3つ目、ゼロを前につけて音無残でしょう。無残な姿に変わり果てたクマと出会ったボニーは、先週予想したように1063話は163話につながります。163話では変わり果てた姿のトトおじさんと王女ビビが涙の再会を果たしていました。しかし心を失ったクマポリスはボニーに容赦なし。平和主義者パスフィスタはビーム砲を浴びせます。場面が変わってなんと黒ひげ VS ロー、嵐を呼ぶ D vs.D の戦い、トラオことトラさんが登場。ここでローはなんと女体化しています。これは語呂合わせトランスジェンダーでしょう。そしてパンクハザード先取り説。パンクハザードでローは心を入れ替えて、スモーカーの心をタシギに、サンジの心をナミに、トランスジェンダー性の不一致を実現していましたが、エッグヘッド編では自分が女体化しました。さらに女体化はインペルダウン編ともつながっています。インペルダウン編ではイワンゴフが王族の男を女ホルモンで女体化していました。それはどうやら女になる病という病であり、触れると伝染していくようです。すでにローとベボ、シャチは感染しており、シャチに触れたペンギンも感染して女体化していきます。ペンギンの胸、フルーツがどんどん膨らむ。これが1063話の話数の語呂合わせ4つ目、出る実
出る実でしょう。フルーツが出ました。しかしローは悪魔の実の能力は過剰な覇気、つまり気合があれば破れると4高戦で学んだと言います。カイドウは覇気だけが全てを凌駕すると言っていましたし、パンクハザードでは青生地に凍らされたドフラミンゴが氷を破っていました。ちなみにこの1063話の扉絵ではクラッカーが凍っています。これもパンクハザード先取り説が成立しています。とにかく悪魔の実による状態異常は強い覇気で無効化できる。これは語呂合わせトランスでしょう。トランスとは超越するという意味です。バリバリと気合、覇気を超越し高めるロー。なんとか女体化の病を破りました。この病は死神毒球の能力、粛々の実、女になる病。粛々とは弱々しく泣く様と病気という意味の英語、シックの掛け合わせでしょう。繊維のくせに病気をまき散らす毒球。しかし一度病を破れば抗体が生まれ、その抗体も周りに伝染して病は治ると言います。毒球の感染病の能力は倫理上、実際にある病は攻撃として使われないでしょう。となると、もしかすると毒球はウソップの嘘、島に入ってはいけない病を実現できるのか。さらに万王側の悪魔の実はワプワプの実、ワープの能力。この悪魔の実はかなり厄介でしょう。狙撃手である万王側なら、いわゆる芋砂、同じ場所から動かずにスナイパーライフルで狙い続けていれば基本的には最強です。接近戦を詰められてもワープすれば逃げれます。見聞色の覇気の未来予知で先回りしないと倒せません。さらに自分だけでなく仲間のワープも可能。ローが避難した島へバージェスを移動させます。これは語呂合わせトランスファー、移動でしょう。ちなみにパンクハザードではローの技がワープだと呼ばれていました。そんな島へワープしたバージェスの悪魔の実は力力の実、力み力、毎度人間の力を超越した怪力で山を持ち上げてぶん投げます。黒ひげ海賊団たちは能力者狩りによって全員強力な実を食べているようです。これが1063話の話数の語呂合わせ5つ目、入れる実、入れる実でしょう。そして落ちてきた山をローはルームによる改造手術室の中でなんとかバラバラにします。そして毒球の馬ストロンガーが食べたのはうまうまの実、幻獣種ペガサス。毒球と黒ひげを乗せてローの前に現れました。これは語呂合わせトランスポーター、運搬役です。黒ひげはワノ国から誰かがこの島に来ると予想して待ち伏せをしていたようです。これが1063話の話数の語呂合わせ6つ目、通る道、通る道でしょう。カイドウとビッグマムを倒したルフィローキッドはロードポーネグリフを3つ揃えており、それを黒ひげはやはり狙っていました。こちらは1ヶ月前このように考えました。こちらです。最後のロードポーネグリフは26年前魚人島にありましたが、なぜか消えています。あんなバカでかい石を誰が何のために移動させたのか。写しがあれば用は足りるのになぜわざわざ移動させたのか。考えられるのは例えば黒ひげでしょうか。つまり黒ひげは魚人島を熟知している。そして黒ひげはロードポーネグリフを集めずに明らかに悪魔の実を集めています。ロードポーネグリフの性質上1つ所有していれば残り3つを集めたやつを倒して奪えばいちいち冒険しなくても4つ集められます。そこから考えられるのは現在ロードポーネグリフを3つ所有しているルフィ、ロー、キッドの3人です。例えば黒ひげがキッドを倒せばロードポーネグリフをコンプリートできる。1ヶ月前考えたようにやはり黒ひげはルフィ、ロー、キッドのロードポーネグリフを狙っていた。そして黒ひげと戦うのはキッドだと考えていましたが正解はローでした。ローのロードポーネグリフを全部もらうという黒ひげ。そんな黒ひげをローは迎え撃ちます。これが1063話の話数の語呂合わせ7つ目、トラさん、トラさんでしょう。しかしここで黒ひげと戦うローが奇妙なことを言います。条件は同じだ、勝った方の総取りだなと。ここでのローと黒ひげは本当に条件は同じでしょうか。明らかにロードポーネグリフを負けたら3つ奪われるローの方が不利です。まるで黒ひげもロードポーネグリフを持っているかのようなやりとりです。やはり黒ひげは1ヶ月前考えたように最後のロードポーネグリフを所有しているのか、それはロードポーネグリフの実物か、あるいは写しなのか、もしかすると1063話の扉絵がヒントでしょうか。街ごと凍るショコラタウン、街ごと凍らせる能力といえば冷え冷えの実の青生地をイメージできます。黒ひげと青生地は協力関係にありました。そして凍った街ではミツメ族プリンが誘拐されています。なぜミツメ族プリンは誘拐されたのか。理由はただ一つ、ビッグマムが期待していたミツメ族の真の海岸
三つ目族が真の開眼を果たすと、ポーネグリフが読めるようになると言います。つまりプリンを誘拐した人物は、ポーネグリフを読みたい。これが青生地だった場合、青生地は小原の意思を継いで、ポーネグリフを解読したいと考えているかもしれません。つまり青生地は、ロードポーネグリフを集めるために、黒ひげと手を組んでいた。僕は火の傷の男は青生地だと過去に考えましたが、どうなんでしょうか。そのように考えていくと、1046話の2人の影は青生地とラフィットでしょうか。黒ひげ海賊団のラフィットは別行動のイメージがあります。ただし、扉絵連載のタイトルはジェルマですから、あくまでもジェルマがメインであり、この2人の話はサクッと終わりそうです。もしも青生地とラフィットがプリンを誘拐した場合、黒ひげ海賊団はプリンとコビー2人を捕らえていることになります。そして黒ひげ VS ローの D 対決の結末はどうなるのでしょうか。黒ひげはこれまでエースには勝ったものの、シャンクス、赤犬、レイリー、いつも戦いから逃げてきており、マゼランにもインペルダウンで敗北していますが、ここは普通に考えればまるで黒ひげ VS エースと繋がるかのように、ローは敗北するでしょう。そんな黒ひげ VS ローの戦いの中では、ロッキーポート事件の詳細も語られるかもしれません。七部会になるために海軍にエースを渡した黒ひげと、七部会になるために海軍に海賊の心臓を100個届けたロー。ロッキーポート事件の首謀者はローです。黒ひげがもしもローに勝てば、黒ひげはロードポーネグリフを3つ、もしくは全て揃います。あとはロードポーネグリフを解読するだけ。そこでプリンが必要となるでしょう。となると、黒ひげに負けたローは殺されてオペオペを取られてしまうのか。この黒ひげとローの戦いはエッグヘッド編と同時進行で進んでいます。となると、48巻 SBS では悪魔の実の秘密は今後登場する博士が解説してくれると言っていました。つまりエッグヘッドでは悪魔の実について語られそうです。ここと同時進行して悪魔の実の話になるでしょう。それは1063話でロー自身が言っているように、黒ひげの能力者狩り、そして黒ひげが悪魔の実を複数持てる理由。例えばローが黒ひげの心臓を奪う。しかし黒ひげはやはり心臓が複数ある。そんな秘密が語られるかもしれません。となると、ローはオペオペの実を奪われてしまう。つまりローは殺されてしまう。いや、しかし、黒ひげが悪魔の実を奪うには殺さなくても奪えるパターンがあるかもしれません。例えば、黒ひげがハンコックからメロメロの実を奪おうとしたとき、ここではデボンとバスコショットが石になり、それはハンコック本人しか解除できないと語られ、ハンコックを殺したら仲間は石のままだと言われていますが、これが仕掛けられたミスリードかもしれません。このハンコック戦で大事なのは本人しか解除できない。だから殺してしまったら確かに解除はできません。それでは今度は、例えば生きたまま黒ひげが悪魔の実を奪えたとしたらどうでしょうか。しかしそれでも本人じゃないと石を解除できないなら、それはつまり同じことです。故に黒ひげは悪魔の実を生きたまま奪える可能性もある。またエッグヘッド編とつながるパンクハザード編でローはベルゴに心臓を握られていました。こことつながってローはオペオペの実を黒ひげに奪われて握られてしまうかもしれません。そして敗北したローは命までは取られずに黒ひげによって蜂の巣にさらわれるかもしれません。そんな黒ひげ VS ローが決着するなら1066話でしょうか。1066話の話数の語呂合わせは0を前につけてワーテルロー。ワーテルローです。そんな1066話は66話と166話につながるでしょう。66話のタイトルは噛み殺した槍。クリークが敗北して銀に連れられていきます。166話ではクロコダイル VS ミスター3。クロコダイルはクロコダイル。ミスター3はろうそく人間ローです。クロコ VS ローの戦いはミスター3の敗北。故に黒ひげ VS ローの戦いもローの敗北か、またエッグヘッドと繋がっていると考えたパンクハザード編でローはルフィと海軍仲良く一緒に牢屋に入っていました。ここと繋げるなら負けたローは黒ひげにさらわれてプリンと海軍コビー3人一緒に牢屋に入りそうです。そしてさらにインペルダウン編と繋げるならローとコビープリンは牢屋から脱獄しそうです。その脱獄を手伝ってくれるのが青生地でしょうか。ちなみにツイッターではこのように SBS 先取り説を考えました。女体化ネタ、七部会の子供時代ネタ、武器の擬人化ネタからの下月幸三郎など SBS のネタが本編に反映されていくという理論です。今回はローの女体化が実現しました。
となると98巻 SBS ではまだ悪魔の実を食べていない麦わらの一味がもしも悪魔の実を食べるならというネタで掲載されていました。これが実現するなら悪魔の実をまだ食べていないゾロ、ナミ、ウソップ、サンジ、フランキー、ジンベエ6人のうちで誰かが今後悪魔の実を食べそうです。また99巻 SBS ではベガパンクはロギア系やパラミシア系原獣種の人造悪魔の実の研究もしていると語られていました。桃之助の悪魔の実人造清流を作ったのはベガパンクでしょうから、エッグヘッド編では完璧な人造悪魔の実が登場しそうです。それはパンクハザード先取り説。パンクハザードでは人造悪魔の実スマイルの話が登場しています。本編の考察は以上です。先週この1063話の予想ではトトおじさんとビビの再会からクマとボニーの再会を予測できました。しかし同時に天候の話も予想しましたが、そちらは外れました。それは163話の砂嵐とリンクすると考えました。しかしもしかすると163話の砂嵐は1063話では嵐を呼ぶ D と D の戦いとつなげているのでしょうか。次に Twitter で考えたベガパンクの考察を YouTube にも残しておきましょう。それはベガパンクとキャプテンクロは表裏一体説。百景の黒と天才ベガパンク、大金が欲しい黒と大金が欲しいベガパンク、自分を平和主義者だと言っていた黒と平和主義者パシフィスタを作り出したベガパンク、猫の手という名前の武器を持つ黒と猫サテライトを作ったベガパンクです。さらに黒はおそらくウィズダム知恵の本を読んでいました。そして黒は自分を死んだことにしていました。このことから世界政府に狙われているベガパンクも6人の猫サテライトを死んだことにして世界政府から逃げるかもしれません。もしくは6人の猫サテライトたちはすでに死体なのか。続いてはいつものように次号1064話の展開を語呂合わせや過去のつながりから考えていきましょう。1064話の話数の語呂合わせ予想1つ目は火の虫。火の虫というのはどうでしょうか。火の虫、つまり飛んで火にいる夏の虫。これは自らリスクを伴うところへ進んで飛び込むことです。1064話は64話と164話につなげてくるでしょう。死を恐れぬルフィは64話でクリークの懐に自ら入り込み芋虫と呼ばれていました。164話ではコウザたちスナスナ団が王女ビビを死んでも守れと誘拐犯に立ち向かっていました。これらのことから例えば黒ひげ VS ローサイドならローが黒ひげを罠にはめそうです。一方エッグヘッドではゾロたちが釈迦に呼ばれてホイホイついていきましたから釈迦に騙されそうです。1064話の話数の語呂合わせ予想2つ目はともしび。ともしびというのはどうでしょうか。ともしびといえば革命のともしび。1064話とつながる164話のコブラ王とコウザの国が好きだというエピソードはドラゴンとサボのやりとりに似ています。このことから1064話では革命軍のエピソードが語られる可能性もあります。1064話の話数の語呂合わせ予想3つ目はディメンション。ディメンションというのはどうでしょうか。ディメンションとは次元空間の広がりですから、ローの技ルームの発動や天才ベガパンクによる別次元の科学力などが描かれるかもしれません。このように1064話の語呂合わせはかなり何でも考えられそうな話数でしょう。さらにその次の1065話も考えましょう。1065話はトリガー、トリコ、トリコムなど大事件の引き金になりそうな回でしょう。そしてさらに次の1066話はワーテルロー、ドリーム、トロールなどです。トロールとは巨大な妖精。バンクハザードの666話では氷漬けの巨人が発見されていました。1066話にも巨人が登場するかもしれません。以上です。皆さんはどう思われましたか。ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。